はいどうも皆さんこんにちは。今回は明治時代前半のまとめをしていきます。これまでの動画で明治時代についての話をしてきました。これらの動画は政治、経済、外交の3つに分けることができます。教科書では政治の話は政治、経済の話は経済、外交の話は外交といったように、これらを単元で分けて話が進んでいくので、このチャンネルでもそれに倣って動画で分けてお話を進めてきました。しかしこのような方法で明治時代を学習すると、政治の話をしていたと思ったら突然外交の話をするために年代が戻ったり、それが終わったと思えば次は経済の話をするためにまた年代が戻ったりします。実際の歴史ではそのようなことはありません。政治、経済、外交が並行して進んでいきます。ということでこの動画では今まで詳しく見てきた明治時代の内容を年代順にざっくりと振り返っていくということをしていきます。ということで早速戊辰戦争からお話を始めていきましょう。1867年、徳川慶喜が朝廷に政権を返上しました。大政奉還です。その後、王政復古の大号令によって新政府が樹立、鳥羽・伏見の戦いによって戊辰戦争が始まっていきます。戊辰戦争は基本的に戦場が北へと移っていくという流れですが、上野戦争が終わったあたりで江戸は新政府の支配下に入ります。こうなると新政府は江戸に拠点を移し、戦いながら新政府の体制づくりを進めていきます。こうして会津戦争の最中に明治開元、函館戦争の最中に東京遷都、版籍奉還が行われるのです。結局函館戦争によって戊辰戦争は終了、名実ともに新政府が樹立されました。さてこうして出来上がった新政府により日本は近代国家へと歩み始めるわけですが、新政府の考えは富国強兵、つまり日本を欧米列強に負けないくらい強くしなければならないというものでした。その目標に向けて新政府は政治、経済、外交の面で様々な方策を行っていきます。日本を強くするためには政治の力が必要だし、そのためにはお金が必要だから経済政策も必要。外国と肩を並べるためには外交が必要です。それでは明治政府の政策を見ていきましょう。明治政府がまず最初に行ったことは廃藩置県でした。これによって各地方の殿様による統治は終了、政府による統治が始まり、日本は世界に目を向き始めます。朝鮮に向けて我々と国交を結ぼうという手紙を送ったのです。しかし手紙の中に公や直といった漢字があったことを理由に断られてしまいましたので、日本は清と対等になることが先だと考えます。こうして日本は清と条約を結びました。これが日清修好条義です。しかしその後も朝鮮は強硬姿勢を貫いたので、日本国内では武力を使ってでも朝鮮を開国させようという考えが広まっていきます。ちなみにこの頃に琉球の島民が台湾付近で遭難し殺されるという事件が起きています。この事件が後の台湾出兵の理由となります。さて日本は富国強兵を達成するために外国を視察することにしました。岩倉使節団です。彼らが日本を離れると留守政府が日本の政治を取り仕切っていきます。これまで禁止されていた田んぼや畑の売買を解禁し、土地に値段をつけました。他にも当時の政府は貧乏だったため、国立銀行という名前の民間の銀行を作らせて、その銀行にお金を作らせるという方法を取ったり、武士がいなくなったことを受けて国民から兵を徴兵するようにもしています。特に注目すべきことが、土地の値段をもとに地租を徴収するようにしたことです。しかし岩倉使節団が帰国すると話は変わってきます。国外を見て回った岩倉使節団は留守政府とは意見が対立するようになり、政官論を名目として政府が分裂してしまいます。こうして起きたのが明治6年の政変です。この政変により留守政府の人々の多くは政府を辞めてしまったのです。こうして生まれ変わった明治政府ですが、この頃はまだ内閣制度が成立していないので総理大臣という役職はありません。しかし大久保利通が事実上の総理大臣のような立場となっていきます。この頃に外務卿となったのが寺島宗則。アメリカと交渉したけどイギリスの反対によって条約改正に失敗した人です。そして内務卿は先ほどの大久保利通。彼は絶大なる権力を握りました。一方明治6年の政変で政府を辞めた人々の中には江藤新平や板垣退助の姿があり、政府に反発するようになっていきます。しかし江藤新平はすぐに離脱してふるさとの佐賀へと帰り反乱に参加。その結果処刑されてしまいました。一方板垣もふるさとの高知へと帰り立志社を結成。言論による政府への反発
自由民権運動を始めていくのです。この頃政府は台湾出兵を行っていました。木戸孝允は内地優先を主張していた政府が外政を行うのはおかしいと言って政府から離脱しましたが、大久保も人員不足に困っていたので大阪会議を開いて木戸と板垣を説得、政府に戻ってきてもらいます。この時に行われたのが愛国者創設です。結局板垣が政府に取り込まれたので目立った活動はありませんでしたが、後の愛国者再興の布石となります。また憲法制定を主張する木戸と議会開設を主張する板垣を政府に戻すために、政府は次第に憲法を定め議会を開くという方向性に妥協しました。日本の進む方針が定まってきたのです。千島樺太交換条約が結ばれたのはこの頃です。また政府は盛り上がった自由民権運動を残暴律新聞紙条例で弾圧、高架島事件を起こして朝鮮を開国させ、日朝修好条規を結びました。日本がだんだんと欧米列強のような振る舞いをするようになってきています。このような激動の中、最も損をしたのは江戸時代に武士だった人々、つまり士族でした。武士の力で倒幕が成し遂げられたのに、明治時代になると今まで持っていた既得権益を奪われていったのです。配当令によって武士の特権を奪われたかと思えば、実力処分によって年金生活も終了。これに起こった士族たちは新風蓮の乱、秋月の乱、萩の乱といったように反乱を起こしていきます。反乱を起こしたのは士族だけではありません。農民たちも重い税に反対して暴動を起こしました。これを受けて政府は士族と農民の反乱が合体したら大変だと考えて地租軽減を発表。 3% から 2.5% に税率が下がりました。しかし士族の不満は収まらず、最終的に西南戦争が勃発。その戦争の最中にも土佐の人々は言論によって政府に反発をしていきましたが、西南戦争は西郷隆盛の自陣によって幕を下ろしました。西郷の死を見た反政府派の人々は、やっぱり武力ではダメだ、言論で反発しようと考えるようになっていきます。このような人々により愛国者が再興され、自由民権運動が再び盛り上がっていくのです。鹿鳴館外交で有名な井上馨が外務卿に就任したのはこの頃です。その後愛国者は国会規制同盟へと姿を変え、民権派は国会開設に向けて動き始めます。これを受けて政府は集会条例で民権派を弾圧。そんな時に起きたのが明治14年の政変です。開拓使勧誘物払い下げ事件をきっかけに大隈重信が政府から追い出されたことにより、政府で力を持ったのは伊藤博文。彼は盛り上がる自由民権運動を見て、国会開設はやむを得ないと考えるようになりました。こうして国会が開かれることが決定されると、それぞれが準備に取り掛かります。板垣退助は自由党を結成、伊藤博文はヨーロッパへ渡り憲法の勉強、大隈重信は立憲改進党を結成しました。その後松方正義によって日銀が開業されます。つまり松方デフレによって農民たちが苦しんでいる時期です。この松方デフレによる農民の貧困は政治の分野にも影響を与えており、自由民権運動を支えていた農民たちはデフレによりお金がなくなってしまいましたので、自由民権運動は下火となっていきます。そんな時に自由党の指導者である板垣退助がヨーロッパへと渡航してしまい、指導者を失った自由党は分裂を始めました。そのように農民たちが苦しんでいる中、政府は何をしていたかというと、鹿鳴館を建設していました。こうして農民たちは毎日のように舞踏会を開いている政府の人々を批判するようになっていくのです。その後伊藤博文が帰国して憲法制定の準備をしている頃に、デフレに苦しめられた農民や分裂した自由党の人々による反政府運動が起きています。内閣制度が発足すると、初代総理大臣には伊藤博文が就任。第一次伊藤内閣の発足です。ちなみに財政を担当する大蔵大臣には松方正義が、外交を担当する外務大臣には井上馨が就任しました。担当者は変わっていませんね。そんな外務大臣の井上馨によって条約改正会議が行われましたが、ノルマントン号事件が発生したこともあり、国内から条約改正の失策を批判する声が上がり始めます。こうして国会開設という大きな同じ目的のために団結しようとする大同団結運動と、言論の自由、地租軽減、外交の回復を主張した三大事件憲白運動が合体。民権派は政府を厳しく批判したので、外務大臣の井上馨は辞任に追い込まれました。この反政府機運の高まりを見て、政府は保安条例を実施。反政府派の人々を東京から追い出しました。こうして井上馨の後任となったのが大隈重信で、立憲改進党勢力を政府に取り込んで反政府運動の勢いを削ろうとしたという狙いもあります。
その後伊藤博文は憲法制定に向けて本格的に専念するために枢密院を設置して総理大臣を辞任、枢密院議長となりました。この枢密院で大日本帝国憲法が作られていくのです。さて、伊藤博文に代わって総理大臣となったのが黒田清隆です。この黒田内閣の下で大日本帝国憲法が公布されたり、自由党の後藤象二郎が逓信大臣に就任して政府に取り込まれたりしましたが、大事件が起きます。大隈重信遭難事件です。条約改正に反対する人に襲撃された大隈は片足を失ってしまい、これを受けて黒田内閣は総辞職しました。黒田清隆の後を継いだのが山縣有朋です。この山縣内閣の下で第1次衆議院議員総選挙が実施され、第一議会が開かれました。山縣有朋が主権選と利益選について演説したのはこの時です。しかし議会が始まってみると議論は紛糾。議会運営の大変さを思い知った第一次山縣内閣は第一議会が終わったら総辞職してしまいました。こうして松方正義の黒幕内閣が始まりましたが、組閣してすぐに大津事件が発生。日本国内でロシア帝国の皇太子が殺されそうになったため、その事件の責任を取って多くの大臣が辞職。最初から松方内閣はつまずいてしまいました。そのような中で始まった第二議会では、民党が予算に反対したため、政府の中からは今の日本があるのは薩長のおかげだろうがという声も上がり、議会は混乱。衆議院解散によって第2回衆議院議員総選挙が行われましたが、政府が大規模な選挙干渉を行ったため、第3議会でその責任を追及されます。こうして第一次松方内閣は解散するのです。次に総理大臣となったのが伊藤博文です。この内閣の下で陸奥宗光が外務大臣に就任。条約改正に向けて努力していきます。第4議会ではこのままでは拉致が開かないと考えた伊藤が明治天皇を動かして政府と議会の協力を要請。以後自由党は政府に協力するようになっていきます。となると第5議会で主流となるのは立憲改進党を含む対外硬派、つまり条約改正に反対する勢力でした。この条約改正問題をめぐって第5議会と第6議会はうまくまとまらず、窮地に陥った政府は2回とも衆議院解散を行いました。そのような中で日英通商公開条約が結ばれています。陸奥宗光が領事裁判権の撤廃と関税自主権の一部回復を達成したのです。このように政府と議会は対立を繰り返していましたが、このタイミングで日清戦争が勃発。国内で争っている場合ではないと考えたことにより、軍事予算が満場一致で可決されるのです。さて、いかがだったでしょうか。明治時代の政治、経済、外交を整理し直すことができたのではないかと思います。こうして日本の富国強兵の局面は終了し、戦争へと突入していきます。ということで次の動画では日清戦争についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。